邪魔しこんます。にちは。足の踏み場がないですね。ここ前回より悪化してる。回を重ねるごとにどんどんモンスターが増えていって。あ、本当に仲間がいました。ここにもできた。使ってないポイントカードが山積み。有効期限の切れた春カイロが。こちらは、とかね、ふらついてるじゃん。買って一回も聞けない。まあ、思い出のもの。青春を残してました。こんにちは。2人の男の子のママです。ワンオペでフルで仕事をしてると、なかなか。これ着てる？もう着ない。もういい？物を減らすのは自分探しの旅だって言ってるんですけど、ただいるいらないでポイってするのすごいもったいなくて、やっぱ着なくなったからには理由があると。立ってた結果、もう必要なのはこの一箱。セールで買いました。セールだからこういうのを着てみていいかなっていう。普段着てるのこれだけだよなって感じじゃないですか。でももっと減らせる。自分が普段使ってるお気に入りアイテムって思い出せると思うんですよ。これを取られたら気づくな。ですよね。まあ、ここで取り込んだらこっちに入れるっていう感じで3日目。重量があるものをした軽いものを上にね。ショッピング袋買いがちな癖があるので、ちょっとお気をつけてお帰りなさい。いるやつはじゃあ子供部屋に戻してもらって。めっちゃ減らしたからね。3日目終了です。3回にわたる片付けと4ヶ月の時を経て部屋はこうなりました。いや、本当感謝。やっぱ自分が片付けられないこともやっぱり悩みだったし、やっぱ自分が片付けないからやっぱ子供も片付けない。ということで今日も物を減らしていくんですけども、今回お邪魔するのは2人のお子さんを持つまゆさんのご家庭なんですが、僕にとっては過去一番思い入れのある回となっておりまして、というのもこのまゆさんがいなければこの物減らしコーチング企画始まってなかったんですよ。で、僕この企画を始めようと思った時にもう何も告知もせずに思いつきでインスタグラムのストーリーズに撮影協力してくれる方いませんかと言って投稿してものの10分で応募してくれたのがこのまゆさんで、どんな風に応募してくれたかというと、4人家族です。毎日親子であれどこばかりって探すことに無駄な時間を使ってもううんざりしてきました。家の中をすっきりさせて快適に過ごせる空間、家にいたい、家で楽しく過ごしたいと感じるような暮らしがしたいです。よろしくお願いいたしますということで、この企画にぜひ参加したいよという方は概要欄の Google フォームから申し込めるようになっているんですが、まゆさんですね、本当にまだ動画1本も上がってない時に申し込んでくれて、しかもこれ家の住所を打ったり部屋の写真を撮ったりでこれを書いたりっていうのを10分でやってるっていうこの行動力にも僕感動して、もうぜひやらせてくださいっていうのでお願いして、で一発目に撮影させてもらったのがこのまゆさんということもあって、で今回動画の後編となっております。実はまゆさんもう前編上がってるんですけども、でこの動画から見始めた人もですね、分かるようにこの後ハイライト載せて、それでも分かるようにはなってるんですけども、今は物で溢れた生活であれどここれどこって毎日一日一つは減らそうっていう、それじゃあなかなか気が見えなくて。お邪魔します。こんにちは。おーやばい、ベランダもやばいっすねこれ。何かに使えないですかねとかは禁句ですもん。これ何が悪いか分かります？今あえて閉じたんですけど、これ何が悪いかっていうと、干してるものを着ちゃったり、カゴから探したり、お母さんが散らかしてるから別にブーブー僕も片付けなくていいんだっていう、生活しづらいなとか散らかってるなっていうのなんか思ったりしてた。元の位置に戻すのとゴミを捨てましょう。ゴミ袋二重にするの禁止令を出します。シンプルにこういうのも買うのお金かかるし、ここにペタペタ貼ってたりしますけど、いらないです。でも食器も半分ぐらいは減らしましたね。それ諸悪の根源ですね。でもやっぱ隙間があそこできて気持ちいい。じゃあ一箱にしますか。なんか今写真撮って捨てる感じですか？数えてますね、ゴミ袋の数。すごい収納の山が。おーすごい。ここが一番変わりましたね。めちゃくちゃすっきり。ついに一家乱々が。ということで一日お疲れ様でした。こう動画の内容を全部ちゃんと見たいよという方は概要欄にある前編もチェックした上で後編を見るともっと楽しめると思いますので、ぜひご覧ください。ということで早速物減らし行ってきます。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。2週間ぶり。2週間ぶり。2回目お邪魔してます。よろしくお願いします。前回キッチンリビングが綺麗に片付いたので、それがキープされてるのかっていうのをちょっとチェックするのと、前回片付けきらなかった、寝室とクローゼットで、あと畳の部屋が結構服でいっぱい埋まっていたので、今日はちょっと服を重点的に減らしていこうと
思います。でこちらですね、前回片付けできなかった寝室兼服のスペースですが、めっちゃでも片付きましたね。この動画から見た人はちょっと多いと思うかもしれないですけど、前回の動画見てもらうと本当にここまず足の踏み場がないみたいな状態だったんですけど、なんかあの後片付いたんですか？ちょっと片付けはしました。すごい、僕がいない時に片付けてるっていうのではい。めっちゃ偉いです。ありがとうございます。やっぱ一回やってまとめて片付けると勢いづいてきますよね。うん。ということで、はい。まゆさんももう僕がいないところで片付けてるのでただ若干この上のこの辺りとかがカバンがすごいいっぱい重なってたりとかで散らかってるのと、この辺りもちょっと下の辺りカバンぎゅうぎゅうだなっていう、カバン結構多いですね。まあでも前よりは片付いたかなっていうので、ちょっと後でこの辺り服を見ていきますね。でもすごい結構思ってたよりちゃんとキープされてました。2週間とって、それこそお子さんとかいるんでやっぱ多少散らかってるかなと思ったらすごい綺麗だし、ありがとうございここは若干荒れた形跡はありますけどここは多分一番使うところですね。そうですね。今一時的にこういうね、なんか洗い物とかしてるからそう見えるだけでだいぶ綺麗になりましたね。前は確かみかんだったりおにぎり、おにぎり。あれですね、牡蠣とかが増えた牡蠣増えました。いただきました。いただいて、ちょっと消化しないといけないかそうね、ら牡蠣とみかん。2つになって、はいまたちょっとこれ2つ置くとあれですもんね、圧迫感あるからおにぎりに変わったんでしょうけどめちゃくちゃ荒れてる感じはしなかったんで、ありがとうございます。リアルですねこれはい、っていう感じでいろいろ見させてもらったんですけど、どうですか？なんか2週間後物減らして、ここ多分一番使ってると思うんですけど、家事はしやすくなりました。前よりはすごくスペース広く保って料理ができてますし、やっぱ溜め込んじゃう時は結構溜め込んじゃうんですけど、はい、食器を減らしたおかげで片付くスピードも速く。なるほどね。確かに前回食器めっちゃ減らしましたもんね。でこの辺りが前回でもちゃんと使ってるものだけ残して、はい、この辺りだいぶ減らしましたもんね前回。だから多分取り出しやすくなったと思いますし、片付ける時もそうですね。前来た時ほんとここが映せないくらい、ね、洗い物も溜まってたりしましたけど。こんにちは。この前片付けしたお兄さん覚えてます？この前片付けてから、これご飯とか食べたいと思うんだけど、どうなんか生活しやすくなったとか、この状態どう落ち着くとか落ち着かないとか。落ち着くよかった。昨日してた明日来るよって話をしたら大丈夫みたいな。いやでもだいぶキープされててよかったです。ちゃちゃっとしたら片付いたんでよかったねみたいな。そうそう。多分お子さんとかも食べた後にキッチンに皿戻すっていうのを今もやってますけど、これが本当に習慣になってるから。はい、ということで今日もまゆさんのお宅をですね片付けていきます。前回がこのリビングとかキッチン、ここもすごい綺麗になりましたけど1日でリビング周りは片付けたんですけど、寝室、クローゼットとか、畳の部屋とかが片付けきれなかったので、今日2日目そのあたりを片付けていくと。今回の動画から見る方もいると思うので、ちょっと軽く自己紹介を。まゆと申します。37歳、主婦をしています。2人の男の子のママです。主人は単身赴任で、普段は3人で生活をしております。というので今日ね、撮影してるのが12月の9日か。で、ちょうど単身赴任されてる旦那さんが年末年始帰ってくるとのことなので、ここだけでもだいぶ驚かれるとは思うんですけど、片付いたねって。多分もっとね、畳の部屋とか寝室をスッキリさせたらもっと驚かれると思うんで、旦那さんに喜んでもらえるように、はい、頑張ります。はい、ちなみに前回片付けてからどうですか？リビングも一瞬散らかるんですよね、やっぱり。もう日々ちょっと時間との戦いなので、食べたまんま子供たちも学校行ったり、私も食べたまんま仕事に行っちゃったりっていうことがあるんですけど、そうなっても帰ってきて短時間で片付けられるようになったっていう変化を感じていて、すごい。それこそ前回動画した時にもうコメント欄でまゆさんすごいって結構見てくださってる方もやっぱ家族がいてなかなか片付ける時間がないとかすごいいらっしゃる中で、やっぱりワンオペでフルで仕事をしてるとなかなか仕事と育児とっ
って終われることが多くて、やっぱ優先順位がどうしても低くなっちゃうと言いますか。いやでもさっきもなんですけど、実はカメラ回ってないところでお子さんのご飯作ってたりとか、お子さんが今ちょうどなんかフォートナイトでゲームしてたりするんですけど、なんかそれを話してたりとか、家族との時間すごいいや大事にされてるなと思って、僕もなんか母子家庭だった時があるんですけど、とはいえもその時って僕は高校生、妹も中学生とかで、そこまで手が焼けない時期ではあったんですけど、やっぱりワンオペだと家は常に散らかってるっていう状態だったんで、お子さん2人いながら家をきれいに保つことの難しさは重々承知しておりますので、前なんか旦那さんからこんまり先生の本もらったみたいなそうですね話をされてたと思うんですけど、はいかのこんまり先生もやっぱり子供がいると綺麗に片付かないみたいなのはなんか言ってて、それがもうすごいニュースになってたりしてて、こんまり先生ですらやっぱ子供がいるとなかなかそうですっていうね。の話題になりましたけど、やっぱり片付け掃除よりやっぱり子どもたちのことを優先しなきゃっていう気持ちがですね。だからこそ今日ちゃんとしっかり一日貴重なねはい一日をいただいて片付けさせていただきますので頑張りましょう。頑張ります。はい。お願いします。っていう感じでこの辺り共用スペース、リビングは片付いてるけど、リビング横のこの畳の部屋ですね、ここめっちゃいい空間だと思うんですよ。もう和洋折衷みたいな、洋室と和室があって、ここでも落ち着けるっていう空間なんだけど、もう見てもらっての通り物置になっちゃってる。ここでテレビ見たり、ここでダラーンとしたりできるはずなんですけど、足の踏み場がないですね。服が多いなっていう。でそのままちょっとお尻の方を見せてもらってもいいですか？もうしゃがまないとって話そうね。てか思ったんですけど、ここ前回より悪化してる気がしますね。僕の記憶だと、ここ開けるときここ塞がってなかったんで、確か。もうカメラ回してる時でもこうまたがないと見えないみたいな。でもちょっと片付きましたね。そう、だからまゆさん、基本的に僕がいないところでもちゃんと片付けてるんですよ、あと2週間の間に。素晴らしいです。ただやっぱちょっとここね、ここがぎゅうぎゅう畳まれてないっていう状態ですし、そもそもここはなんだろうな、クローゼットってよりも、どう使えばいいかもわからない。ちょっとこれを見た上でどうしたいかっていうと、まゆさんもともと寝室、さっきのベッドのとこにクローゼットとか服があるので、服はあそこ。で、ここは例えば布団とか、なんかキャンプ道具があるっていうのを聞いたんですけど、そうですね。なのでここにとっちらかった服類とかを減らして、で、ここはもうちゃんと一家乱断できる畳の空間と、あと布団とかキャンプ道具だけ固めたいですね。なのでちょっとそこにあるものを一旦全部取り出しましょう。基本的に押し入れ周りを片付けるときは、まとまった時間をとっても全部取り出すくらいの勢いで、一旦空にしちゃうのがおすすめですね。服がちょっと多いんで、根本的にちょっとなんかまず整理整頓してももう溢れちゃうんで、数減らすってことやりましょうか。じゃあ、どう減らすかなんですけど、一旦そうだな、クローゼットいきますかね。持って。それ持って。持って。持って。服をわざわざこっちまで、なんであっちでやらないかっていうのをこの後話すんですけど、まゆさんが着てる服とかってこっちに全部固まってるんですよ。っていう時に、今から数減らすんだけど、自分が今持ってる服たちと比較しながら、これ着回せるかなとか、これがあるからいらないよねとか、全体量を見ながら服って減らした方が無駄が少ないんですよね。着回しとかトータルコーディネートって言葉があるように、やっぱ全体量を見ながら服は減らしていった方がミスも少ないし、これあるからいらないやってさっと減らせるようになるんで。なので、こういうちょっと服が固まってる場所に全部持ってきたっていう。目標はもう全部、ここに旦那さんとまゆさんの服が収まるっていう状態ですね。いるかどうかで迷ったら減らすですね。迷うってことは、例えばもうしばらく着てないとか、デザインが気に食わないとか、セールに釣られて安く買ってしまった。心の底から欲しいわけではなかったのにとか、即断即決でいるって言えないものに関しては、何か迷いがある証拠。なので、使ってない可能性が高いっていう判断をするので、いるかどうか迷ったらいらないっていうふうに考えてほしくて。これはちなみに誰の服ですか？これ旦那の服です。旦那さんの服はそれで言うと今回勝手に減らせないので、よくあるのがそのパートナーのものとか片捨てたいからっていうので触れがちなんですけど、あくまで人のものなので勝手に捨てないっていうので、じゃあ早速これどうでしょうか？はい。すいません。はい、もう使ってない。結構シワが寄ってたりとか、ちなみになんでこれいらないと思いました？シワシワ。シワシワ。そうですね。ここから減らしていくんですけど、このチャンネルでよく言ってるのは、いらないものから自分の価値基準がわかるっていう。物を減らすのは自分探しの旅だって言ってるんですけど、ただいるいらないでポイってするのすごいもったいなくて、やっぱ着なくなったからには理由があると。着なくなってシワになってるとかもそうなんですけど、1年着てない。1年着てない。これはちなみに何用途で買ったとかあります？キャンプ。
キャンプ用に買っキャンプ用に買ったけど他の服でこと足りてたりとかそうですね。まあ、例えばもっと言うと色味どうですか？この緑が好きあ、緑が似合うから買った買った。買ったけどなんかシワになりやすかったってそんな感じですか？そうですね。買ってみると結構シワになりやすかったり。とかで言うと、まあ、今後買うときは、多分なんかシワになると着たくないじゃないですか。わかります。僕もシワくちゃな服ってあんまり着たくないし、まあ、かといって多分普段家事とかに追われてるのであんまりアイロンがけするタイプでもないと思うし、はい。なので今後はなんかそのシワにならないような服を買うと失敗が減るんじゃないかっていうのがまさにこういうところから分かってきますね。これはドレスなんか冠婚葬祭的な服ですか？そうですね。冠婚葬祭の服ってこれがありますか？あります。合ってて、これどうですか？まあ、冠婚葬祭用の服ってその何着も多分いらないと思うんですけど、そうですね。基本こっちを着ないといけないし、今自分が着たいのはこっちっていうこっちです。クリーニングも持ってってそうです。使ってるのはこっちだけど自分に合わない仕事とかでも使えるかなっていうことで、自然にこっちでこと足りてる。ちょっと足りてますね。じゃあこれもそのまま、はい。取った方がいいですそうですね、もう取っちゃいますかね、うん前語ってた方も冠婚葬祭用に使うっていううんドレスをクリーニングに出してクリーニングの服をずっとかけてたままだったんですけどまあなんかどっちかというと汚れから守るみたいな意味もあると思うんですけど、どっちかというと家が片付いてるのであればそのまんまの方が通気性も良くなるし、多分このまま開封せずに残しちゃうと次の冠婚葬祭までずっと開けないみたいな、ね、そうです。それが1年後とかになると思う。なので基本的にクリーニング出したらもうすぐすぐ取る。取っちゃっていいですね、服は。はアウターはちなみにどんぐらいあります今？ちょっと見ていいですか？自分の手元の冬アウターを出してもらって、これとこれとこれ3つあるのかな？い。はい。で、もうこの3つは着てるって感じなんですね。はい。もう定番で着てる。定番で。で、これなんですけど、まあ結構もうコートあるなっていうイメージはあって、どうですかこれ？温度感的に着たい？着てないです。着てないですよね。そう。 1年以上。以上は着てない。そう押し入れにあんだけぎゅうぎゅう詰めにしてるような服だからあんま着てないんだろうなっていうのは正直思いました。基本的にこの押し入れにある服ってそうですね。ほぼいらないはずなんですよ。本当に着てたらさっきのクローゼットに吊るして置いてるはずなんでなんでまあ基本的に押し入れとか衣装ケースにぎゅうぎゅう詰めにしてる服っていうのは大体いらないです。いらない。一旦じゃあ今のコートも減らしてもう押し入れにあったやつ全部なくなりましたよね。一つ残した。そうですね、押し入れの中から1個だけ着たいのが見つかって、まあ、これだけこれ以外は全部もういらなかったんで本当に大事な服はこっちに残すはずなんですよ、クローゼットにねもう早速ここなくなりましたねはい。すっきり。っていう感じでこのまま場所別じゃなくて物別、服ですね、このまま一気に服をやっていきます。でも見てもらったのと床がね、これお子さんの服とかもあると思うんですけど、正直その本当に家族がいるからとかは分かるんですけど、単身赴任の旦那さん除いて、まあ、3人分ですよね、はいにしても多いと思います。やっぱりこれなんか洗い物かなんかとかですか？そうです。洗ってここにもまとめちゃったっていう。ちなみにお子さんの服今整理してもらってるんですけど、まあ、子供部屋にもクローゼットあるんです、ありますっていうとまあ基本的にもう洗い物終わったら子供の部屋に持ってってっていうのが理想の状態ですね。まあ、要は何やってるかっていうと、今自分がどれだけの服を持ってるか全体量の把握してもらいたいので、洗濯かごは1個開きましたね大変だと思うんですけど、でも逆に言うとこれだけの量が洗濯かごに埋まっちゃってるんで結構な間ぎゅうぎゅう詰めになってません？うん。でそっから取り出して着るみたいな感じですよね。これ多分普段自炊したり洗濯家事掃除やりながらでこれ終わった後に全部取り出してって多分できないと思うんですよね。絶対余裕がないから結果こうやって散らかったままとなってるんで、根本的にやっぱりちょっと数減らしたりしないとやっぱ溢れちゃうし、ちなみにこれベランダにもまだ干してるものがあるので浴室にも干してます。浴室にもあるんですねもう家中たくさんのところで干してますね究極言うと我が家とかってドラム式洗濯乾燥機があってで乾燥までやっちゃってるから、もう終わったらそのまんまクローゼットに続いてるから洗濯かごっていう概念がなかったりするんですけど、なんか洗濯かごが多すぎてそこに詰めちゃうんですよ。で後に追いやってっていうのやっちゃってるからカゴをなくしたい。向こうの洗濯かごはやっぱいるんですけどね。それだけでいいと思うんですよね、うんここにあるやつって水回りで使ってないもんたらたらなんか服入れみたいにとりあえず詰めとけみたいな感じのカゴになっちゃってる。これも減らす服ですか？はい。じゃあ僕がいない2週間の間ここも結構出したんですね。この2週間で本当に僕がいないところで片付けてて偉いって言いたいんですけど、こんだけ減らしてもまだあんだけあるんだっていうのちょっと衝撃もありますね。浴室からも持ってきました。浴室からも。じゃあもう本当にベランダとか水回りとかあと畳の部屋にあったものの干してたものを全部出すとこの量っていう。
なんでこれをやってもらったかっていうと、一旦まゆさんに自分がどれだけの服の量を持ってるのか把握してもらいたくて、一旦この作業をやってもらったっていう感じなんですけど、一旦じゃあまゆさんの服取り出しましょうか、今度から。ここからちょっといるいらないを見てもらっていくんですけど、これどうですか？デニムジャケット。結構シワがそうですね、いらないですよね。っていうのも、さっき僕クローゼット見させてもらったんですけど、なんかそこにお気に入りのデニムのコートみたいなのあったじゃないですか。多分そっちを着てるんだろうなみたいなのが分かったので、多分これも着ないんだろうな。やっぱりその洗濯かごにぎゅうぎゅうにしてるような服なんで基本的に着てないはずなんですよ。本当に着たかったら探して取り出して着るでクローゼットに吊るしてるはずなので、多分ここに詰め込んでる服も大体いらない可能性高いかなと思ってます。洗濯って基本毎日回してますよね、多分。いい洗濯機があってお子さんの分とかも回してるのに溜まるってことはやっぱ必要以上に持ってるからなんですよね。僕とかで下着4着みたいな話してるんですけど、基本毎日とか1日おきに回しとけば4着でこと足りるんですよ、僕の場合はね。逆に言うとたくさんあるからまだあるしっていうのでその洗濯かごを放り込んじゃったりとかしてクローゼットとか下着ケースに入れなくなっちゃうんですよね。あんまり無駄にストックしすぎない方がいいですね。という感じで靴下を仕分けしてもらった結果、こっちがいらない靴下でこっちが使ってるやつっていうので、もうこれ見た瞬間に結構まゆさんの価値観分かりましたね。僕いらなくなった理由ちょっと教えてもらおうかなと思うんですが、シンプルにやっぱ柄物使ってないって感じなんですね、おそらく。残したもの全部無地で、なんで今後は多分こういう柄物とか可愛い系のやつ、なんかワンポイントついてるとかいうものは多分買っても着なくなる可能性が非常に高いですね。そうなんですよ。こうやって本当いらないものからまゆさんの価値観が分かってくるので、いいですよね。靴下も3分の2ぐらい、半分以上減ったんで、ミニマリストにならなくてもいいんですけど、自分が下着の量、靴下は何着持っててとか、くらいは最低限把握できるようになった方がいいし、やっぱ5枚だ。そうですね。多分いろいろ今靴下とかいろいろ服見て、自分にとって5着あればいいっていうのが分かってくると、下着ケースを見た時に5着あるはずなのに、なんか1個欠けてるなとか気づけるようになると思うんで、持ってるならもう5着って把握できてるから、なんか使っていくうちにやっぱり消耗してくるとは思うんですけど、ちょっと2足消耗して買い替えたから新しく2個買おうとか、なんかもうとりあえずでまとめ買いして失敗とかもなくなると思います。ハンガーがめっちゃ余ってる。これもいらない服のために吊るしたりするわけだから、これ買わなくてよかったんですよね、本来。そうなんですよ。なんか要はいらない服のためにすごいお金払ってる。管理コストを払っちゃってるなっていう。今後これも減らしていきましょう、どんどん。おー、でもいいじゃないですか、めっちゃ。はい、という感じで、まゆさんの服をいろいろ精査した結果、これがいるやつですね。基本的になんか下着きはもう5着あれば足りるっていうのも今回分かったことですね。で、これを常に洗ったらもう自分の寝室、クローゼットに置いてあるっていう状態を目指しましょう。そうなんですよ。本当に必要なのはこんだけっていうので。早速これちょっとあっち持っていきます。あっちに持っていきます。はい。ソックスもうソックスも物はあるべき場所にっていうので、それ持ちますね。まゆさんってこの水回りから洗って、でなんか常に畳の部屋とかベランダに干してるみたいな、せっかくこのクローゼットとか下着ケースこっちにあると思うんですけど、こっちに行ってないんで、常に服はここにあるっていう状態を目指したいですね。我が家で言うと服はもう洗濯機の上の突っ張り棒のクローゼットに全部あったじゃないですか。あんな感じで物はあるべき場所に置くっていうのをちょっと目指したいですね、今後。さっきから畳の部屋とこっちを行ったり来たりで大変だと思うんですけど、その行ったり来たりしないで今後進むようになると思うんで。はい。で、ここにさっきいるって判断した服があるので、ここにどんどん吊るしていきましょう。着る服は基本吊るす。押し入れにぶち込まない。で、今そこ何が入ってます？なるほど。これもちょっと着てるんですかね、これ一応。着てます。着てる。これ何の服ですか？デニム。ここデニムのスカート。と、パンツ。ちょっと一旦そこの衣装ケースも全部こっちに出しましょうか。全部。はい、もう全部いきます。衣装ケースの中を全部。もう一旦。そうです。何気なく置いちゃってるけど、ここにもできた。パジャマ系です。布団取り出したらすぐ隠してたんかっていうくらい出てきましたけど、何気なく。という感じでちょっと衣装ケースを全部出してもらって、見える化したっていう形ですね。また今回も一旦自分がどれだけの量を持ってるのかっていうのを把握してもらいたくて、もう一旦全出ししたっていう。なんかこことかね、なんかちょいちょい服じゃないなみたいなものもそうなんですよ。ここはもうあくまで服のスペースにしたいから怪しいものもあるんで、ここ減らして下着ケースにしましょう。下に着なくなったってことなんですけど、これはどういった理由で今着てないですか？ちょっとデザインが若いなって。結構昔買った服ですか？そうです。そんな気はしました。
サイズも結構だいぶタイトですね。うん。やっぱり僕もそうなんですけど、やっぱ年齢の変化がしなくなる。僕もやっぱり例えば昔白い服とか着てたんですけど、結構今真っ黒になったりとか。そうですよね。なんか僕もやっぱりその年齢の変化とともにやっぱり趣味、思考変わってるんで、手放すんですけど、やっぱりできたらそのタイミングで手放して、今みたいに5、6年眠ってるみたいな状態って、やっぱりそのまま結果それが積もり積もって、お尻圧迫しちゃうんで、これが数が少なかったら、ミニマリストの習慣でワンインワンアウトっていうのをよくお勧めしてて、1個新しいの買ったら1個手放すっていうような、ってことやってると、基本的に新しい服を買っても増えないんですよ。数が少ないから、例えばいい服買ったとするじゃないですか。もうブランド物の。っていう時に、もうさっとなんかブックオフ持っていくとかメルカリ出すみたいな。数が少ないからこそ譲ったり売るみたいなことができるし、料理して服買ってるから、割と値段がつきやすかったりとかで、すぐポンって売れるんですけども、こんだけ大量になっちゃうと、もう出品もめんどいじゃないですか。っていうので、今後は数減らしていったら、なんか売ったりとかもできると思うんですけど、これは最後に使ったのは、1、2週間前に来ました。来たけど、数。もうちょい減らしたいし、そうなんですよ。多分今、片付けた中で結構いる服分かってきたじゃないですか。ってなってくると、意外とこれも着なくていいかもとか、着回しづらいかっていうの分かってくると思うんで、いいですね。行きましょうか。はい。だいぶ可愛らしいの着ましたね。そうなんですよ。クローゼットに来てもらったのは、まさに今自分が残してる服とちゃんと合うかとか、見てもらいつつ片付けてもらいたいなと思って、こう来たんですけど、どうですか？迷っちゃってるってことは、なんかいらない可能性が高いです。で言うと結構今まで靴下の時もそうだったんですけど、結構柄物するじゃないですか、靴下とか。で言うと、あんまここ柄物残ってないなっていうイメージで、どうですか？なんか昔に比べて柄物が好きじゃなくなったとか、それとも1パターンだけ残しておきたいのかとか。そう、そこです。ただ、絶対行きたいって感じじゃないと思ったんですよね。そうですね。で言うと、もう絶対行きたいって思えるような服、残した方が、多分まゆさんが着てる時もテンション上がるし、確かに。そちらは、とかね、ふらついてんじゃん。ってことは買って一回も着てないやつですね。着てないです。確かに今までのまゆさんの服の系統と全く違うんですよ。めちゃくちゃレースのコンサバ系、ちょっと可愛らしい、ザ女性なスカートでできましたけど、一回も着てないですよね。多分可愛いと思って買ったけど、めちゃくちゃもったいないけどしょうがないですね。一個、丸ま、てか、全部捨てちゃった。はい、てか、この二つ、残ったの一個これだけですもん。それも吊るしちゃいましょう。はい。この前、渋さんのとこにあったハンガーって、あれですね、めっちゃ良かった。いいですね。ハンガー、一筆書きの、あれワンガーって言うんですけど、あれパンツもいけるし、セットアップもいける、トップスもいけるから、そうですね。基本あれが一種類あれば、もうハンガーごとに使い分ける必要ない。そうです。今後もっとこだわりたいんだったら、そういう自分のお気に入りのハンガー見つけて、それ統一するとクローゼットも気持ちよく。そうですね。お。開いた。究極言うとオールシーズン全部吊るしてるくらい目指したいですよね。そうです。でももう自分がそう目指したいって思って。目指したい。でいくともう吊るしちゃいましょう。要は自分がどうなりたいのかっていうところから逆算して物を減らすっていう風にしたくて、もうまゆさんの中ではクローゼットにオールシーズン全部吊るせる状態が理想ってことなので、全部吊るしてそこに収まるように減らしていくっていうような風にしましょう。でそれもいらないですね。そう、その仕分けのやつ、その仕分けの分買っちゃったからそこに詰めなきゃってなっちゃうじゃないですか。使いこなそうとしちゃうんで。はい、入った。もう4つ基本いらないもののために置いてたって感じなんで。水着。水泳は年にどんぐらいペースで？ほぼ年中泳いでます。大会用の水着。結構やってるんだ。残して。それは2回風ですね。記念に買いました。世界水泳ありましたね。それも世界水泳かな。そう、世界水泳で出た。出たんですね。すごい。泳いできたね。この記念はちょっとあれかな。まだ残したい。しばらく残しておきたいかな。っていう感じで、衣装ケース片付けた結果、もう必要なのはこの1箱、水泳用だけですね。ので、極端な話言うと、もう使ってないもののために、この衣装ケースを残してしまってたっていう。スーツケース何入ってます？はい。そう、そのスーツケース旅行用見せて、実はなんか衣装ケースみたいにぎゅうぎゅうにしてるんじゃないか疑惑があるんですけど。そうですね。くそー。意外と、ちゃんと旅行用に。もう一個あるんですよね。そっちにもあるんだ。本当だ。そんな奥に隠れてたとは。スーツケースそれちなみに2個ある理由は？規制です。サイズ別に2個持ってるっていう。要検討なくても良さげ。ちょっと主人と相談してます。はい。これなんか小さいと何の言ってたんで、ちょっと聞いてみます。はい、ちょっとお子さんに聞いてもらって。もう着ない？もう着ない。こっちは。
れも多分もう着ないちもうちっっちゃいちゃい。もういい？じゃあ許可も取れたということではいまあ後でちょっとお子さんの服固めてるんで、はいせっかく家にいるし着ますかね。セールで買いました。なるほど、大好きなセールでセールだからちょっとこういうのを着てみていいかなっていう。安いし買ってみるかみたいなまあでもそれ大体そうですね、セール理由に買ったものってうん大体着なくなっちゃいますね。そうなので本当にミニマリスト的に両立で買い物していくんだったらもうあんまセール気にせずにもう欲しいもの欲しい時に買うっていうあんま値段気にせずに買えるようになると思うんで、値段が安いからじゃなくてしたいから着るっていうのが大事ですね、今後は。はい、はい。終わりか。だいぶ減ったな。これオールシーズン今のところ全部吊るしますもんね。実際これ見てどうですか？普段着てるのこれだけだよなって感じなんですか？そうですね。でももっと減らせる。ちょっとじゃあ見ますかね。そこからパッと見て意外とまだこれもいいかもみたいなのあるかも。こちらはもうこれも着てない。グレーはちょっと。あんまグレー好きじゃない。そうなんですね。なるほど。まあ、グレーが好きじゃないっていうのもまゆさんの価値観なんで、グレーは今後買わない。はい。もう他は着てる。着てる。おー、じゃあもうこれが完成ですね、まゆさんの。実際これ見渡してみてどうですか？これでこと足りそうだなと思いませあ、ん？思います。ですよね。うん、そうなんですよ。まゆさんはこんだけ服があれば十分。まあ、畳の部屋にいっぱい脱ぎ散らかさなくても足りるはずなんですよ。そうですね。で、今後服買うときは、まあそもそもここでこと足りてるからあんま買わなくてもいいと思うし、買うってなっても、もうこっから1個ワンインワンアウトで増やさないように、古いものは手放すってようにしてもらえたら、まあこのクローゼットからも溢れないと思います。っていう感じで、そのあたりのちょっとバッグも。まああとそれで言うと、前も話したんですけど、自分の身長より高いものをあんま置かないっていう。まあ防災の観点でもそうだし、その取り出すってめっちゃ大変じゃないですか。こう寝室なので、まあ、カバンも減らしますけど、枕元にタンスとか物を置かない方が良くて、実際なんか日本の防災のガイドラインとかでも、やっぱ枕元にタンスとか高いものを置くなっていうのは、地震が来て倒れたらもう真っ先に危ないんで、こっちに置いた方がいい。そうですね、ちょっとそこに、本当に少量だけ、ここもあんまり埋めたくないじゃないですか。そのカバンも一旦取り出して、まあ、カバンも多分いらないものいっぱいあると思います。ランドセルがあります。これは、あ、渡す。行方が行方が良かったですね。ランドセル、引き取り手が見つかって。てか今ランドセルって青いんだ。僕の時代って赤と黒だった気がしたんで、ピンクとか緑とかいろいろありますもんね。うん。水色とか今、はいラベンダーが女の子人気みたいです。へえ、ランドセルの流行り。でもなんか今ランドセル自体なくそうみたいなうん。動きも聞きますね。重いんです、多分。これに教科書とか入れると、体にすごい負担みたいで。そうそう、それなんか見た。身長の伸びも止まるっていうのうんで、4、5キロぐらい背負ってるらしいんですよ、小学生。4、5キロって下手したら僕たちの社会人の荷物より全然重いですからね。っていうのを小学生が背負ってるから、まあ今なんかランドセル自体フリーで自分の好きなやつでいいんじゃないかみたいな話がね。さすがに背負えない。これはもう引き取り手が見つかってる。はい。っていう感じで、カバンがまた大量にできたんで、中身から1万円とかでできたり。そうしそうなんで。まあリュックも今こういう感じでちょっと用途が被ってるものが結構目立つ。そういう手提げカバン。用途被ってるものを見ましょうか。もう両方ともいらないですね。はい。結構飽きましたね。いらないんだ。いらないっていう前に、なんでいらないのかをちょっとまた聞きたいですね。使ってない。最後に使ったのは覚えてない。覚えやすいくらい使ってない両方とも。ちなみに今お気に入りのカバンってどういうですか？まあよく言ってるのが捨てるものを選ぶんじゃなくて残すものを選んでそれ以外を捨てるっていうような、そのお気に入り以外いらないはずなんですよ。スタメンたちを聞きたいですね。スタメンだったら、はい。この2つ。じゃあもうそれをあそこに置いちゃいましょう。お一旦ちょっと使うやつを残してもらったらあそこに収まるっていうので、他は全部じゃいらないっすね。多分もうこっから出てくるやつはいらないと思います、全部。どうですか？もうこれとか、これも。結構色があれしちゃって。この辺り言ってたんですよ。だから、もう今、スタメンだけちょっと聞いて置いてもらったんですけど、多分もうそれ以外のやつで大体こんな感じでしわくちゃになってたり使ってないんで、もうおそらくここにあるやつ全部いらないんじゃないかなっていう。自分が普段使ってるお気に入りアイテムって思い出せると思うんですよ。絶対ないと困るみたいな。これを取られたら気づくな。ですよね。で、その間聞きますよね。そういうものだけ残して、それ以外はもう全部捨てるっていう方が早いです。いや、マジでだいぶスッキリしたな。すごいですね。うん。上がないだけで。もう地震が来ても大丈夫。それなんだろう。子供から取り上げたやつ。危ないから。これ振り回してたから。ああ、これ、いや、めっちゃわかるよ。僕もチャンバラやってるんで、こういうの見ると振り回したくなるんですよ。スルーしてます。あ、それめっちゃいいじゃないですか。これ下着ケースにしましょう。いいもん持ってるじゃん。これは下着ケース。はい。要はハンガーにそれ全部吊れてるんですよ、それがあったら。これは
を使えてなくて。そう、我が家にも似たようなのがあある。りますよね。無印。アーセイさんの無印良品の出てま早速買おう。なんでも今後は自分の下着がここに5枚あるっていうのを管理できるように把握できて管理もできると思います。いい感じですか？こんな感じでおー、でもいいじゃないですか。その自分が使ってるものが全部ここで一目瞭然になったんで、めっちゃいいクローゼットになりつつある。この調子でいきましょう。はい。でこのまんまそこの服もいきます。そのあたりはなんか仕事で使ってる服、そうですね、制服。理想を言うとここ旦那さんのスペースにしましょうか。そうですよね。でさっきのクローゼットにまゆさんの服を制全部服も入れる。制服もっていう感じで、ここはもう旦那さんの服コーナーになりましたね。上もすっきり。続いてはこっちですね。この辺りもちょっと細々したものなんで、もうガンガンいっちゃいましょう。はい。もう前回と同じような要領で、有効期限の切れた春カイロがもう1年以上切れてるんで捨てときますね。カードがいっぱい出てきましたが、使ってないポイントカードが山積みのように見えますが、だいぶ捨てるペースが上がってきましたね。うわ、懐かしいこれ。これ僕が前バイトしてた先のマリノアシティっていうところでバイトしてて、キャナルシティとこのハモールとこれ全部共通なんですよね。よくこれ、ポイントカード持ってますかって聞いて、ポイントつけてましたね。ポイントやれないっす。よく行く病院の診察券とか、あとどうしてもポイントカード欲しいんだったら、もうなんか電子化しちゃうとかですね。アプリで電子化できるものは電子化するとか。基本全部いらなさそうですね。もう奥にぎゅうぎゅうに眠ってたやつなんで。やっぱね、ポイントカードがあるとそのポイント貯めるためにまた買い物しようみたいな発想になっちゃうし、財布のスペースも奪うんで、それも全部いらない感じです。もうごっそり捨てましたね。1枚だけだった。必要なのが1枚診察券だけ。これ全部から。じゃあこれちょっと捨てときますね。割れてるスマートフォン。だいぶ。何があってこうなったんですか？子供です。なるほど。それ、びっくりした。これ、ゴキブリおると思ったら、そういうおもちゃなんですね。マグネットです。マグネットなんだ。すごい趣味してますね。お子さんのですか？そうです。なるほど。まゆさんのかと思った。この部屋にあるからリアル。リアル。なんか散らかってる部屋にこれあるから、リアル本当にゴキブリ出たんかなと思って。出てきた。これね。前回5本って決めたやつ。無印良品。これ大量にありますけど。そう、これ無印良品の便利に留めるクリップなんですけど、前片付けた時にもう5本って決めて残しました。それ以上は捨てる。いいっすね。でもなんかそういう風に、ちゃんとこれは何個まで、下着は何個とかなんか把握できるようになってるから、すごい進歩ですね。なんかこの辺りもいっぱい財布とか入ってますけど、それは、これはバックインバックです。何使ってるバッグなんか危ないんですよね。バックインバッグっていうのがもうなんか、響きとして危ない気がしますね。だいぶ減らしてきたんで、これも必要ないかなっていう。そう思ってるのであれば、収納を減らしていくっていうのは鉄則なので、そういうところにまた入れちゃうんですよね。細々としたものを。そうなんです。すごい、めっちゃ空になったんで、パソコンもこれ手放すらしいので、なんか新しい MacBook 来るんですよね。そうですね。ここに置きたいな。まあもうこのデスクトップパソコンもすごい埃かぶってて、明らか使ってないんだろうなっていうのは。そうなんです。うるさく動かないんです、これ。動かないんだ。壊れてるんですね。もう寿命。寿命。一旦取り出しましょうか、それ。取るだけでいいか。そうですね。それで、これはちょっと後日処分ということで。なんかもうこのラック自体がいらない気しますね。いやー、でもこのラック好きなんだ。欲しくって。はい。丸ごと1個開いた。ここなくなったらだいぶ通りやすいですよね。動線的には。まあ、っていうと、あと、多分これこっちとかでもいいです。出せるなら。こっちに傾いた方がデザイン的にも綺麗。入ったとこになんか、隅っこにあるのがすごい違和感ありますね、僕。動線的にも通りづらいし、そこ。なんかもうこっちに固めちゃっていい気が。ここはちょっと通れなかったのもあれ。できたー。すごい。おで、めっちゃ開放感ある、ここ。まあなんかここを仕事部屋って言ってたと思うんですけど、まあ結構寝室があったりするから、なんかあんまり集中できなさそうなって一つ。使えるとしてもここら辺しか使えないから。だったらもう僕結構キッチン今回片付けたから、まあそこを書類、まあ特にノートパソコンになるから、まあお子さんも見れるしとか。なんかここ書斎にしても結局あんまり正直空間が大してないから、ここは寝室みたいな感じで割り切った方がインテリア的にも綺麗かなっていうのは思いますし。キャティもここかな。いけるかな。おお。空いたスペースにいろいろピタゴラスイッチ的にはまってったけど、あとその布団がだいぶ塗り散らかってたんで、もうシンプルにそれは畳むでいいですよ。畳むでいいです。はい。まあ基本もう朝起きたら結構塗り散らかしてるって感じですよね。そうですね。
またここまで綺麗になったらベッドメイキングもできるんじゃないかなっていう。結構僕朝のベッドメイキングやるの大事だと思ってて久しぶりに布団畳んだって感じですよね多分この辺りも久しぶりに掃除機かけたって感じですよね。そうです。ずっとここにね、ワゴン置いてて。だいぶ床がすっきり見えるように。あとこれだったらお掃除ロボットも通過できますね。はい、ということで今日2日目ですね。かけてこの寝室とクローゼットがめっちゃすっきりというか、僕ここにこうそうだから結構物減らした分床の余白が生まれたんで、はい。まあこのラックをちょっとここに固めて同じラックを横並びにしたりとか、でここを撤廃して空いたスペースに置いたりとかで、まあそもそもちょっと布団がねいろいろ脱ぎ散らかってた、まあ周辺この辺りももう本当にお気に入りのアロマディフューザー、これは毎日やってますもんね。はい。で一番変わったのがこちらですね。じゃん、すごいまゆさんの努力の結晶です。これは本当に。だって今まゆさんの服全部ここにありますもんね。はい。しかも何がすごいかってこっち仕事道具なんですよ。マジで仕事用の服で、はい。まゆさんのプライベートの服はもうここだけっていうので、もうそれこそ畳の部屋とかにいっぱい脱ぎ散らかってたのが、下着も全部ここにねはい。吊るせるようになって、ほんと下に置いてるのはあれですね、パジャマだけ。めっちゃいいじゃないですか。ありがとうございあます。んだけ服多かった。バッグもすごい。バッグはそうですね、バッグは一旦ここに固めてて、うん。まあ、ちょっとこの辺りもう少しまたはい。置き方とか見直していいかなと思いますけど、まあ一旦今日2日目ははい。こんな感じで、うん。マジすっきりした。入るとこんな感じで、あっちが旦那さんの服、まあ、これはちょっとまた勝手に減らせないので、また年末年始帰ってきた時に一緒に相談して、あそこは旦那さんコーナー、こっちがまゆさんの服っていうので、すごいこれマジ綺麗の余白がだいぶ上下に。なんで服が服どこ行ったっけ、あれどこ行ったっけっていうのはもうなくなって、はい。基本全部ここにあるっていう、うんここに来れば見つかるっていう状態になりました。素晴らしい。はい、ということで今日一日お疲れ様です。ございました。今日僕がちょっと電車を乗り過ごして1時間遅れちゃったんですけど、5時間ですね。今日5時間やって7袋と、まあ、あとこの衣装ケースが丸々3つされて、はい。で寝室クローゼットもすごい綺麗に生まれ変わったんで、特にこれ大体服ですね。服です。とにかく服を捨てまくってっていう日だったんですけど、はい。意外とクローゼットで足りるんだなっていうのは多分思いました。あと衣装ケースもなくてもクローゼットに収納できるんだなと思いましたので、数でやっていきたいと思います。はい。実際、やっぱどんだけ服たくさん買ったところで、自分が着たい服って限られてるじゃないですか。やっぱり優先順位が出てきて、これよく着てるなとか、うんお気に入りが出てくる。僕とかそれこそナンバーワンの服しか着ないみたいなこと言ってるから、毎日同じ服着るみたいな、そうですね究極系に行き着いてますけど、やっぱり皆さんも年齢によってこれが着る着ないとか、自分のお気に入りばっか着るようになるから、結局それ以外のもの、着ないのに残して衣装ケースとかにうん。押し入れにぶち込んでしまうとこうなってしまう。はい。だいぶ服減らしただけで寝室のそうですね。スペースも余白がすごいできて良かったです。よかったです。ありがとうございます。まあこれ2日目なんで、実はまたちょっと次回3日目がね3日目に持ち越すことになるっていう、また押し入れですね。でももうほとんど自分が生活する県内うん。片付いてきたし、また僕が3日目来るまでにまた時間が少し空くんで、はいお子さんの服とかうん。なんか家族のもの話し合って一緒に片そう付けたりしてもですね。うん。いいかもしれない。あと冬休みとかも利用して。確かにうんお子さんがいるんだよね、いる時年末年間が始。年末年始何がいいかっていうと、まあ片付けって基本自分一人だったらポンポン減らせるんだけど、家族のものって勝手に減らせないじゃないですか。っていう時にみんなもう一家揃って家族家に集まってる時間帯なので、なんか一緒に片付けようとか言って、はい。許可ですね。うん許可取りながら片付けが今日が。まあさっきもこのパーカーせていいとかなんかいろいろそうです。聞いてたと思うんですけど、うんあれが年末年始とかまとまった時間だったら自然とできるんで、ちょっと僕がいない間にまたはい。やってもらってやってみます。時間になってしまってここが片付けきらなかったんですが、まあだいぶね押し入れにあった服とか減らせたので、まあ、あとお子さんの服があるんで、これもさっき話した通りちょっと一緒に片付けてもらいつつまた来ます。はい。ではよろしくお願いします。ありがとうございました。一日お疲れ様でした。おはようございます。お願いします久しぶりですっていう感じで3日目3回目です。今日最後に終わらせるつもりなんでよろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、もう早速でもやっぱりちゃんと減らしてる形跡もあるし、なんかあれですね、全体的にテーブルの上とかここもそうですけど、まあなんか作業してる形跡はあるんですけど、やっぱりなんか見違えりましたね。物が少ないから本当パパッと
ですね。なんかめっちゃスッキリしてる。そもそもこの形企画って一番最初にまゆさんが申し込んでくれて、多分撮影し始めたのが本当に11月、4ヶ月前とかから見てるんですけど、この4ヶ月でだいぶ変わりましたね。で、今回はちょっとこの畳の部屋がまだ終わってないっていうので来たんですけど、前あそこにね、なんか大量の服が吊るしてありまして、なんかなくなってますね。ちょっと減らしたり、クローゼットも片付いたので、そこに入れる分ははい。っていう。おー、すごい。最近ちょっと大仕事をしたのが、はい子供の2段ベッドをはい解体マジですか？してたんですよ。本当だ。前ここに2段ベッドバンバンみたいな感じですけど、布団になりましたね。で、今お子さんがそこではしゃいでいらっしゃいましたけど、そっちの寝室に行くようになったんですね。そうですね。多分なんですけど、前めちゃくちゃそこ結構散らかったじゃないですか。でも多分そこをきれいに片付けたから、なんかお子さんがそっちに行くようになってるから、行動範囲増えましたよね。そうですね。あ、よかった。それはいい変化でも。そうですね。素晴らしい。あと、ここですね、ベランダ。ここだいぶ減ってる気はする。はい。まあ、今後処分予定のゴミがあるだけで、めっちゃ綺麗になりましたね、じゃあ。4ヶ月前、この家に一番最初来た時に衝撃だったのが、まあ、部屋の中のものも多いけど、ベランダにここに大量の服がバンバンバンみたいな。やばい。ベランダもやばいっすね、これ。家だけではなく、違うが結構。今まではどっちかというと塗り散らかした服とか、使ってないものがいっぱいある感じだったけど、片付けしていく中にできたゴミっていう感じがするんで、ここら辺は常になんか綺麗に保てるようになってるけど、あそこに若干また物が若干パソコンが増えちゃって。あ、そうですね。多分 MacBook 新しく買ったんだろうなと思って。確か前デスクトップパソコンね、減らしましたもんね。その分ノートパソコンにしてみたいな。置き場所に困ってるっていう。置き場所、そう、箱も捨てれずそのまま。了解です。じゃあ今日はそのあたり含めて片付けていきましょうかね。そうなんですよ。おかげさまで。まあ一番最初にまゆさんが申し込んでくれましたけど、まゆさんが第1号で申し込んでから50人以上今いろいろ応募いただいて、でそれを淡々と片付けていってるんで、多分もう動画も多分今10本ぐらい上がってると思うんですけど、あれどう思いました見てあれ。はい、多分あの動画出た当時はまゆさんがまだ物多いなみたいな考えたけど、回を重ねるごとにどんどんモンスターが増えていって、あ、本当に仲間がいました。仲間もいたし、もうまゆさん以上に汚い人が結構、はい、ゴミ屋敷の人とかお部屋の住人、足の踏み場がないみたいな人といっぱい向き合ってきたんで、この家来るとめちゃくちゃ綺麗だなって感じます。本当ですか？はい、もうまゆさん自身も、物減らして成長してるし、僕自身ももっと物が多い人を片付けてきたから、お互い違う意味で成長してる。はい、そうでありがとうございます。前このカウンターテーブルでコーヒーすら飲めなかったですよね。この家に来た時に一番印象的だったのが、このキッチンの上がダントツ汚いみたいな。前なんかモザイクかけるかみたいな話したくらいで、この辺りは結構汚れてたんですけど、こうやって今コーヒー出せるようになったくらいにはそうですよね。この前テレビで渋さんはシャツ見ました？見ました。ああ、そう、僕たち住んでる福岡が朝です。そうですね。朝ですね、見ました。あれですよね。なんか一番最初ね、なんかこの企画申し込んでくれたのが朝ですっていうテレビ番組の企画、見たい人はYouTube の概要欄でも貼ってあるから、あれ YouTube に上がってるから見れるんですけど、それ見て知ってくれて、インスタフォローして、で申し込んでくれましたね。一番最初に。で、あの番組にまたなんか僕のシャツだけが紹介されてましたよ。あれと思っちゃって。ああ、なるほど。あれは僕の名前を出さないけど、このシャツ単体で紹介してもらって、女性の服ポケット少ないみたいな話でしたよね。そうそう。JAL の飛行機事件、火災のやつで、女性服のポケット少ないけど、JAL はポケットが多い服を推奨してるからみたいな。僕はこれで結構外出したり旅行の時あるんでっていう感じで、今日今から3回目ですね。2回目片付けた後に単身赴任でね、遠方にいる旦那さんが帰省で帰ってきた、年末年始の帰省で帰ってきたって話だったと思うんですけど、旦那さんは逆に綺麗好きなんですよね。そうですね。もう片付けるのが好きで、それこそこんまり先生の本をプレゼントして渡して片付けてくれみたいなまゆさんに頼んだくらい綺麗好きの旦那さんが年末年始帰ってきてどうでした？反応。私の服がクローゼットに入るだけで収まってるっていうことにやっぱ結構びっくりして、なんかやっと目が覚めたかみたいな何十年越しみたいな何十年越し。前クローゼットにね収まりきれてなかったですもんね。収まりきれてなくて、その分が寝室にはみ出ちゃってたから、旦那さんが寝る寝室のスペースにまゆさんの服がはみ出てるみたいな状態
だっただろうし、ですね。やっぱり食器も減ってるのを見てうんうんなんかすごいまとまりがあるしごちゃごちゃしてないそう驚きますよねなんか言葉がありました。あとなんか表情明るくなりましたよね。本当ですか。はいどうですか多少余裕が出たとか、家事しやすくなったとか、ありますね。それこそ僕びっくりしたのが別に指示してなかったんですけどさっき2段ベッド解体してみたいな2段ベッドの解体で結構大変じゃないですかお子さんも。そうですね。まあそれこそ主人がいる帰ってきた時にうんバタバタっとやったんですよね。おうちでさくなって、目線よりこう上のやっぱ高い家具ってすごい圧迫感がね、あるって言われててやっぱ私もすごい2段ベッドねすごくいいけどやっぱ圧迫感があってやっぱもう子供も窮屈って言い出したので旦那がいるこのタイミングで処分するべきかなと思って、そんな感じでなんか割と片付け以降2段ベッド解体したりとか、もろもろそういう、寝具どうしようかなみたいな考える余裕が出てきたかなっていうそうですね感じがしますよね。もう前は本当に忙しすぎて何も手がつかないみたいな、もうお仕事行ってでお子さんのご飯作って家事やるので精一杯みたいな、片付けもそうだしそういう寝具をどうするかみたいな考える余裕絶対なかった頭が回らなかった。じゃあちょっと早速片付けしていくんですけど、今日は課題はちょっとあそこではあるんですけど、ちょっと明らかなゴミ、例えば段ボールとかもあそこにあるので、ちょっとそういう明らかに減らせるものからまた片付けていきましょうか。段ボールを集めますか。そうですね、段ボールもそこ全部一箇所に、そこ前片付けて空いたスペースに段ボール埋めちゃってるみたいな。ゴミ袋は本当に大事。昨日片付けた方が一軒家の方で、2階建て 4LDK みたいな感じだったんですけど、ゴミ袋50枚買いました。おお、50枚。50枚。ただもうなくなりそうです。おっていうくらいあるに越したことはないゴミ袋。ゴミ袋代もね。そうなんですよ、ゴミ袋代もね。結構するからやっぱゴミを出さないでね、他に少ないもので。ちなみに僕たちが住んでる福岡はまだ安い方ですね。そうなんですね。はい、前神奈川県とか行った時はもうめちゃくちゃ高くて倍以上しました。ゴミ袋代で僕3800円とか払ってたんでこんなすんのと思って、そうですね、ここに服がいっぱい。なので今日片付け3日目ですけど、最近僕明らかなゴミ、服、紙の本、書類、小物類、日用品、大型家具、思い出の品の順でやってるんですよ。今回ここ減らすからちょっと順番としてはまず服ですね。なんでこの順番でやってるかっていうと、明らかなゴミはもう誰でも捨てやすいじゃないですか。さっきの段ボールとかまず明らかなゴミから減らして、まゆさんもクローゼット減らしたと思うんですけど、服ってもう減らした瞬間からすぐ効果実感できるし、意外と簡単にゴミ袋で捨てたりとか、売りに行く場合も持っていきやすいじゃないですか。大型家具とか3段ボックスみたいに体積でかくないから、これ捨てやすい。どうですか、前寝室の服減らしてみてなんか服選び楽になったとか。楽になりました。自分の頭の中に入ってるのでパパッと。じゃあもう今日はこれ着ようみたいなのがすぐあれは洗濯してるからとか、これを着ようとか。確かに前多分それも把握できるんですよ。こんな服持ってたっけみたいな。そんな感じで服って減らしやすいし、減らしたらすぐね効果も実感できるし、春夏秋冬でシーズンごとにみんな買いがちなんで、結構クローゼットパンパンって人多いから、服から減らすようにっていうのはおすすめしてます。バスタオルできましたね。どうですか、なんかバスタオルの代わりにフェイスタオル使うのは僕結構おすすめしてるんですけど。私はバスタオルで、子供たちはフェイスタオル。で私は髪が長いんで、よくちょっとねミニマリストの定番テクニックで、僕とか髪短いからもうバスタオルじゃなくて、フェイスタオルにすると、それこそバスタオルって結構場所取るから洗濯乾燥めっちゃ大変だと思うんですけど、例えばバスタオルの中でも結構大きめ、それこそなんか無印良品とかだとスモールバスタオルっていうのがあったりして、でっかいバスタオルとフェイスタオルの中間みたいなものもあったりするので、今後、髪が長いので、フェイスタオルじゃなくてももうちょっと小さめのバスタオルとか、逆に大きめのフェイスタオルとかもあってですね、そんな感じでタオルのサイズはもう少しもう必要量だけにするみたいな風にした方が洗濯もしやすいかなと思いますね。こんにちは。こんにちは。これ着てる？そんなそんな来てない。そんな来てない。着てない。どっちでもいい。それ来てる。来てる。それも来てる。来てる。それ来てない。来
てない。洗濯の頻度的に、結構回してるとは思うんで、その4つあればまあ足りるとは思いますけど、これぐらい。これがお子さんが減らしていいということで、今土曜日お子さんもいる時間帯に片付いてるんで、こんな風にチョコを取りながら共同で作業してるって感じです。どれが例えばお兄さんお父さんの分とか分かるのか。わかります。ごちゃごちゃしてて靴下が、それをやっと統一した感じです。靴下の弟はチャコールグレーの無地、お兄ちゃんは黒の無地。じゃあ微妙な色の違いで分かる。なるほど。それいいっすね。お子さんが2人いるけど汚れづらい黒にしたいけど、2人とも真っ黒にすると分かんないから、ちょっと薄暗めのチャコールグレーとかにして判別するようにしてる。これはなかなか確かにいい感じ。極端なすると洗濯かご減らしちゃうっていうのも手だと思います。これがあるからとりあえずバンってぶち込んでこっちに持ってきて、で面倒くさくなった後回ししてみたいな。できたら、靴下とかって水回りに専用の靴下ボックスがあったりするから、もう極端な話これなくしちゃって、でも逃げ道なくすというか、もうあっちでやってやるようにするとか、これがあることによって多分とりあえず入れて後回しにしてるみたいな感じなんで、1袋丸ごといらない袋入れて、じゃあこのタイミングでちょっと洗濯系のものをどこに入れるかなんですよ。ここにちゃんと専用のボックス下着入れとかあるから、ここで取り込んだらこっちに入れるっていうのを習慣づけしてもらいたいですね。なので本当に今後洗濯乾燥が終わったら、例えばもうこの上とかで靴下仕分けして、でここに入れるってことやると、ここで洗濯カゴに入れて、であっちの畳の部屋に持ってってでまたこっち来るみたいな二度手間が発生しちゃってるんで、柄物のソックスをなくしてね、弟さんのはチャコールグレーとか、せっかく分けて分類しやすくなってるから、ここでできるだけ完結させた方が絶対楽です。今お子さんここら辺で遊ぶようになったんですね。昔はここ来なかったですね。すごい、マジで子供ここで遊ぶようになったんだ。大量のショッピングバッグが、これ IKEA のやつですよね。無限にある。これ無印良品の150円で買えて返却できるやつね。とか同じショッピング袋がいくつかあったじゃないですか。大量に買って1個だけ残しといてとかして、そもそも買いに行く時に持っていけばいいんですよね。ショッピング袋も値段安くないんで、これだけ残す。っていう感じで、一旦畳の部屋、ここら辺に塗り散らかってた種類は一旦そうですね、減らしてちゃんと定位置に戻して、畳の部屋が片付いたので次あっちですね。ここは前ちょっとある程度数を減らしたんですかね。割と雑に放り込んじゃってるんで、一旦全部入れて収納の中片すると一旦全部出す。旦那さんパートナーのものとかちょっと勝手に触れないから、もうこのタイミングで戻しますっていう。これはいらないかな。これいらないですね。チョコレートこう結構でかいものがいなくなった。だいぶ多分すっきりする。これは勝負分。キャンプアイテムと寝具があるんで、真ん中はキャンプ系ですね。重いものを下ですね。重量があるものを下、軽いものを上に持っていく。一旦まず旦那さんで勝手に捨てれないものは下、上にキャンプ系。旦那さんの服を今衣装ケースから取り出してもこれをなくそうという話になり、もともとこの寝室の部分に旦那さんのクローゼットがあるんで、クローゼットが2箇所散ってたみたいな感じですね。もうここに1箇所に固めてます。ちなみに何のゲームしてるの今？つむつむちょっと見てみ。つむつむ流行ってるんだ今。旦那さんも単身赴任からたまに帰ってくると思うんで、そうなった時に旦那さんの服はもう全部ここにあるっていう文化にしましょうか。衣装ケースやら洗濯かごやに詰めてた服全部入りましたね。入りました。これも捨てちゃいましょうか。おお、めっちゃ開いた。開いた。収納3つ丸ごと、これいらなかったで、そのショッピング袋いらないかな。なんか結構あれですよね、やっぱショッピング袋になんか整理収納する癖はありますよね。あれとかもそうですけど、あれはもうちゃんともう使ってるからいいんですけど、ショッピング袋買いがちな癖があるので、ちょっとお気をつけてお帰りなさい。淡々と片付いてきて、下は布団、上はキャンプ道具で、上は旦那さんのもの、最後これですね。でこれが思い出のものボックスっていうので、家族4人分ですねという感じで、いいなと思ったのは、思い出のものって無限に残し続けると結局管理大変になるから、キャパを決めてくださいって僕言うんですよ。思い出のもの全部は捨てなくてもいいけど、この箱に入る範囲とか、でもそれ以上はみ出るんだったら、例えば思い出のものは写真に撮って捨てるとかお勧めしてるんですけど、一旦収まってるから一応問題はないんですけど、なんかまだ減らせそうなものとかあるんだったらこのタイミングで見てもらってもいいし。これぐらいしかないから。全然いいですよ、そんなでも。青春を残してました。なんかイメージこういう感じでプリクラ帳みたいな感じなのかな。そうです。なんかもう全然
もう写真残すほどの思い出もないとかだったら全然捨ててもらってもいいし、ま20年残してましたね。ああ20年の思い出がこういうのっていいですよね。袋に入れとかようかな。そうですね、袋に隠していいとか見てますよ。個人情報が入ってるわけでもないんで20年分の思い出をじゃあここはあとは必要なものをああ、下に。ああ、開いた目が。上丸々1個開きましたね。っていうので下はまあ春夏秋冬で使う布団類とかシーツですね、布団シーツ類で、上右半分がキャンプ道具で左が旦那さんと思い出のものみたいな、まあ、上別にこう使えるには使えるんですけど、やっぱりまあちょっと余白は残しておきたいし、あんまりね、まあ、上に置きすぎると地震が来た時が危ないんで、まあ、一旦こんな感じで下の方にめっちゃ綺麗になりました。という感じでごちゃごちゃだった畳の部屋も、まあ、ヨガマット置いて運動できるようになったし、押し入れの中もこの通りで、あともともといつもここに大量の服クローゼット代わりに置いてましたけどなくなってめっちゃ綺麗になりましたね。まあ今ちょっとここに減らしたものがいっぱいあるんですけど、ここってここでみんなにご飯食って、でこっちにテレビがあって意外と視界に映る場所じゃないですか。そこがいつもごちゃごちゃしてたから気持ちよくないって感じだったと思うんですけど、めっちゃ綺麗になりましたね。ちょっとティッシュもらいます。あ、全然使ってください。ちょっとだけ鼻炎が、僕の鼻素直なんで、最近片付け企画を始めてから新しく買ったものがあって、これ点鼻薬です。アレルギー用の。片付ける時って絶対そういう押し入れとか特にやると、結構ホコリが出てたりするから、これ打たないと僕鼻が結構すいません。僕もこの4ヶ月でいろいろ学びました。点鼻薬は必須っていう感じで、あとここですね、ちょっと課題意識のある外箱周辺、こっちに MacBook の箱、多分これもここ数ヶ月で買ったものですね。まあ、直近2年とかで売る予定あります？いや、ないです。結構いい MacBook Pro 買ってるから、これ普通に30万オフしますよね。旦那です。あ、旦那さん買ったんだ。なんで私わかんない。じゃあ、まあこれはちょっと受けますかね、一旦じゃあ。売るってなっても外箱なしで売れますと。大事なのは付属品のケーブルとかバッテリー類があれば全然売れるから、これはじゃあ大丈夫。必要なのはイヤホンとケーブルと3つ。他の外箱はいらない。これ中は使えるんですよね。まあ、要は充電のケースが壊れて新しいのこれ買ったんですよね。はい。まあ、おすすめはこの中身だけをメルカリとか、ああ、やっぱそうか。ジャンパラとか、まあ、中古ショップ、この2つだけ持ってっても一応売れますね。そう、右だけとか売ってますもんね。そうです。そうなんです。実はイヤホンでケースだけとか右耳だけとか売れますんで、そんな感じでケースだけ壊した人とか、なくした人とか出るから。はい、っていうので外箱やら書類系を減らして、で MacBook をよくそことかそこに置いて使うらしいんで、あそこに全部まとめましたね。 MacBook とマウスと。これいります？いらないかも。これいらないですよね。なんだろう。もう大量にあるんでこれ細々としたものですけど、不要なものはあんまり置かないように。まあそこはあんま置かない方がいいと思いますよね。下に置いちゃうとかの方がまだそこら辺なんか落とすと危ないんで、まあ実際こうやってここもホコリかぶったりですから、これもなくしましょうか。お掃除ロボットが急に動き始めました。めっちゃゴミあんじゃん。あ、そうめっちゃ減らしたからね。何減らした？服と収納系かな。捨てる。であとはお二人にちょっと自分たちのものがちょっとあったりして、ちょっといるいらないと、まあいらんの？これ全部いるの？これはいいの？いるやつはじゃあ子供部屋に戻してもらって、いらないやつはここです。うわ、懐かしい。ガチャガチャ。これはいいね。いるの？あ、チョッパー。あ、本当だ。悪魔の実のカプセル、すごっ。これガチャガチャなんですかこれ？最新のガチャガチャこんな風になってんだ。すげえ。っていう感じで空になりました。素晴らしい家族会議が。で、お子さんがいらないって言ったやつは今捨ててもらってますね。はい、っていう感じで3日目終了です。ありがとうございます。お疲れ様です。まあ、これで一通り家の中大体片付きましたね。今回まあ3時間ぐらいいらないこういうカゴとか衣装ケースとか、まあ、服ももろもろ出ました。ありがとうございます。リングもできる。トレーニング。できます、できます。特にそこ変わりましたね。ちょっと写真撮って送ります、旦那にも。おお、旦那さんに反応が楽しみですね。いいですね、なんかこの自動のゴミ箱もちゃんと使えるようになりました。最初は本当にゴミ詰めすぎて飽きもしないみたいな。そう、あったりとか。あ、
ちょっと若干多分電池切れ気味。僕が今まで観察してきた中で一番長いんですよ、4ヶ月11月からスタートを見始めて、そっから3回片付けに来て長期で関わらせてもらったんで、だいぶ成長を感じます。はいっていう感じで、最後部屋がどんな風に片付いたのか、ビフォーアフターを撮っていきます3回にわたる片付けと4ヶ月の時を経て、部屋はこうなりました。で、まずキッチンですね。もうこの通り。最初本当にモザイクかけるか迷ったくらい、ミニマリストとか物減らす云々以前にめちゃくちゃ物が多くてとか散らかってましたけど、で、ここに全部、備え付けの収納で全部収まるようにして、あと昔はここになんか棚があったじゃないですか。そこ、収納もめちゃくちゃ減らして、もう全部ここに収まる範囲内で。ね、ここ最初一番二重収納で中身見えなくて取り出しづらいよって指摘して、で収納丸ごとなくしたところですけど、だから上の方とかも空いてますもんね。すごい。4ヶ月経ってもちゃんとキープできてるっていうので、すごいちゃんと必要な分だけ家族4人分の食器が、でここにあと食洗機ありますもんね。なので、基本的にもうここに全部食べ終わったらそっちに食洗機に入れてっていう。で、このまんまダイニングテーブルも、今はちょっと僕たちが飲んでる飲み物ですけど、こんな感じでもう置いてるのは基本的にティッシュだけ。で、あっちにパソコンスペース、仕事するときはこっちに持ってきてみたいな動線にしてます。で、特に3日目、ここからのアングルがめちゃくちゃ変わりましたね。この家一番最初に来た時に一番汚いなと思ったのはここでしたね。物山積み、服もたくさん吊るしてあるしみたいな。ここゲストルームに使うなり、寝るなり、ヨガマット敷いて運動するなり使えるようになったんで、せっかくこのリビングにこんなおしゃれな和室があったのに物置部屋になっちゃってたから、すごいもったいないなと思ったんですけど、すごい綺麗に片付いてる。おー、綺麗っていうので、半分ぐらい物減りましたね。上一段そのまんま空いてますし、畳の部屋も見事綺麗になりました。念願のヨガマット引けるんで敷いて、でおそらくなんですけど、多分今後ね、お子さんとか多分結構みんなここで過ごしてると思うんですけど、そこ綺麗になったら結構ここで過ごす時間も増えるんじゃないかな。こうやってテレビ見て生活スペースが増えたって感じですね。今まで人じゃなくて物が住んでたんで、せっかく和洋折衷な感じの部屋だったのに使い切れてなかったので、でも良かったですね、これで。またここも前回同様すっきりお掃除ロボットを蹴るようになってますし、掃除しやすくなってるかなと。はい、っていう感じでお疲れ様でした。ありがとうございました。どうですか、じゃあこの4ヶ月間3回物減らしてみて感想を。一番はもちろん自分も変わりましたし、家族も変わりました。やっぱ自分が片付けられないこともやっぱり悩みだったし、やっぱ自分が片付けないからやっぱ子供も片付けないっていうのも分かってはいたんですけど、時間がないとか忙しいっていうのを言い訳に全然自分ができてなかった。でもこうやって渋さんのお片付けのこの機会をいただいて、ちゃんと時間も作ることもできましたし、もちろん渋さんの、忙しい中来ていただいて一緒に、アドバイスいただけたりしたっていうことはすごく貴重な時間となりました。ありがとうございます。いや本当感謝感謝で、こちらこそ、まゆさんもやっぱりね、子育て お二人小学校中学校の、忙しい時期のお子さんを子育てしながらもそうだし、旦那さんがちょっと単身赴任で、定期的にしかそうですね、たまにしか帰ってこれないっていう感じの中で、ね、お一人で今子育てしてっていう、なんかすごい大変な中、ね、時間も作ってくれて片付けてっていうので。見てる視聴者さんもなかなかその家族がいてお子さんがいて片付かないっていう人すごい多いと思うんですけど、時間がないっていうのもすごいわかるんですけど、逆に言うと片付けをしないから時間が生まれないんですよね。そう、みんな時間がないから片付けられないって言うんだけど、片付けないせいで例えば探し物しちゃってるとか、なくし物してとか、無駄な動きが増えてとか、そもそも片付けに体力奪われてもう家事やる気力がなくなったりとか、片付けをしないから時間が生まれないっていうのはよく言ってて、何でもそうですね。例えば時間がないから読書できないとか、本を読まないせいで遠回りになるから時間が生まれない、本を読まないせいで時間が生まれないとか、やってないから時間ができないっていう風に考えた方がいいですね、今後は。順序が逆なんですよね、みんな意外と。だからなんかお金の無駄遣い減ったとかあります？そうですね。やっぱ自分は服が好きで、服にお金かけることが多かったんですけど、クローゼットの中を整理してみて、この服があれば全然過ごせるっていうのが
僕分かったので、洋服に対して変わりましたね。おー、特に服ですね。服の出費は全然違います。さっきも例えば IKEA とか無印良品のショッピング袋が大量にあったりとか、前も話したと思うんですけど、SNS を見てとか、セール、楽天のポイントデーとか、Amazon のブラックフライデーとかでめっちゃ買っちゃうみたいな。で、家族旅行とか、なんか投資、積み立ての投資とかもやりたいけど全然やる余力がなくてみたいな。そういうのは前回お悩みとしてすごい聞いてたんですけど、ね、物減らすとなんかもう無駄なもの買わないようにっていう意識も出るだろうし、これだけあれば自分が過ごせるっていうのもやっぱ分かったので、あれやこれやって買ってたのが、なくなって。特に服多かったですもんね。クローゼットからはみ出てもう寝室、壁中全部服みたいな感じだったし、で、その時に限って着る服がないみたいな。そうなん今はやっぱりクローゼットにある服は把握できてるので、今日はあれ着ようとか、今あれ洗濯中だなとか、自分で管理できるようになったっていうのはすごく大きいかなって自分の中で。いや、よかった。いや、ありがとうございます。お子さんも多分のびのびそうですね、家で過ごせると思うんで、家族の時間を本当大切にして子育て楽しみたいと思います。おーよかったです。ありがとうございます。ということで、以上、まゆさんの片付け動画でした。今もういろんな動画、いろんな方の動画上がってますけど、もう本当に申し込みナンバーワンはまゆさんだったんで、これ、もしミニマリスト志望家に呼んで片付けてほしいっていう方は概要欄に行くから申し込めるんですけど、あれって名前書いたり、部屋の写真撮ったりとか、意気込み書いたりするから、多分結構みんな意気込み考えたり、そもそも申し込むべきなのかとか考えたり、結構慎重になってちゃんと情報を売ってっていう感じで、そっからはもう3、40分後とかでしたね。2番目、3番目は結構そっからみんな、いきなり募集したから。いや、そのでもね、勢いめっちゃ大事だなと思って。第1号の人はどういう理由であれ、もう僕行こうと思ってました。はい。最後繰り返し、ミニマリスト志望を家に呼びたいよという方は、概要欄にからお申し込みください。という感じで、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではでは、ありがとうございます。ありがとうございます。